大学院の頃にそういう象眼みたいなことをちょっとやってて、はい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 。で、金沢に行ってもう同じようなことやってたんですけど、それプラスなんかそういうちょっと造形的なオブジェみたいなものとかちょっと作ってて、で独立して初めは白っぽい作品が多かった。白にちょっとだけ彩色してるみたいなのとか、小引きに少し色が入ったりとか、小引き、白だけだったりとかっていうのが多かったんですけど、やっぱり震災以降だったんじゃないかな。これから始まったんですよ。へー。黄色い。黒い字にここだけ抜いてあるんですけど、で抜いたところが黄色で、重ねてかかってあるところがこういう色になる。最終的に溶けてくる。そうです、溶けて。へー。これ窯によって結構ね不安定なんで、少し温度いくとこう少し垂れますし、だからね、なるべく最近僕このぐらいの方が好きなんですけど、結構模様はっきりしてる方がいいっていう方の方が多いので、ちょっとこう温度の低めの窯の上の方にこのシリーズは入れて、ある程度模様はっきりさせるようにはしてますね。そういうのはね、ありますね、僕は。ありますか。民芸的なものが結構好きなんで、アフリカのね、泥染めとかでちょっとこうイメージが重なると思うんですけど、ああいう色合いは結構好きですね。模様をすごくやりたいってわけじゃないんですよ、実は僕。水玉の時もそういうふうに多分おっしゃられた気がします。模様っていうよりもこの薬とこの下に塗ってある、これも薬みたいなもんなんですけど、この黒いやつとこの肌と、この質感のこうコントラストみたいなのがすごい気に入ってるので、だからこの質感がなければ模様を描いてもあんまり意味がないっていうか、例えば磁気でこれにこういうふうに水玉っていうかこういうドーナツの模様をしても全く違うものができてきて、多分それは僕は好きじゃないんですよ。ですね、結構細かいことに目がいく方だと思うので、こういうちょっとしたブツブツとかこういうのが結構いいなと思ったりしてるので、その中で模様がこう作品としてまとめる要素っていうか、質感をこう模様でまとめていくみたいな、そういうイメージで作ってはいるんですけど、何かこう目指してるものがあってそれをやるっていうんじゃなくて、こうやっていく中で作業していく中でもそうですし、そのテストとかで出てくるよとかでもそうですし、失敗した時にこれいいなと思うようなことがあったりとか、それをいいなと思ったやつをどうやってこう器にしていこうかなっていうふうに考えたいです。古典とかだってやっぱある程度同じものを作らないといけないじゃないですか。そういうのでは煮詰まらないですか。そういうのは煮詰まりますよ。そういうのは煮詰まります。いや、そういうのは煮詰まらないかな。こう何作ろうかなっていうところで煮詰まります。最初に一番初めに。で、時間が迫ってきてもう作らないと間に合わないっていうところまでこう煮詰まるんですけど、あともうやるしかないっていうところはもう煮詰まらないですね。なるほど。あとはもうしょうがない。取っかかりまでが結構取っかかりまでが結構時間かかるかもしれないです。それはありますね。だからなんていうかこううまく時間は使えてないと思います。使えてないと思います。だからこんだけ時間がね、自由に使える時間があるんだから、例えば朝サーフィンに行ってで仕事してから夕方釣りとかそういうのできないです。そういう意味ではもう生活がこうずっとつながってるので、なんていうんだろうな、休むっていうよりもこう暮らしてるだけなんですね、基本的には。洗濯もするし、料理も作るし、陶芸もやるし、釣りにも行くしっていう感じですね。だけどこ
こう最後にこうね、こうもう死ぬなっていう時に作るんだったら、こうあれですね、家族の器のセットを作って死にたいなと思って、使うような、それこそご飯茶碗と湯飲みと取り皿とっていうのを作って、まあそれぐらいこう残していければいいかなっていうぐらいの感覚ですね。ただ焼かないといけないからちょっと頑張んないといけない。死ぬ前にね。直前じゃダメですよね。直前じゃダメですね。もうそろそろやばいなと思う頃に作り始めないと。